皆さんこんにちは、中華明細専用のオーナーシェフ山田と申します。今日は汁なし担々麺を作っていきたいと思います。よろしくお願いします。汁なし担々麺のひき肉ですね。これは炒めてあります。これにちょっと甜麺醤ですね。甜麺醤を混ぜていきます。もうほんとひき肉はもうこれで完成ですね。ひき肉炒めるときは何か工夫というか何か気をつけた方がいいことありますか？これはもううちの店で使ってるやつは肉汁が出なくなるぐらいまで結構カリカリに炒めて、それで醤油とお酒ですねを入れてあります。でこんな感じで、ひき肉は完成ですね。お店ではこの状態で置いときます。はい、でまずタレですね。タレはこっちのボウルの方に合わせていきます。まず醤油少し、あと紹興酒ですね。あとお酢少し。酢は黒酢とお酢が入るんで少しずつですね。そしてここに砂糖ですね。砂糖ですね。でこれをちょっと混ぜて。で今日はちょっと皆さんが作りやすいように通常だったら甜醤油っていう香辛料入りの煮詰めた醤油を使うんですけど、今日はそれを使わずに、本場の味に近づけようと思ってます。ここにですね、香辛料入りのその甜醤油ですか、それに近づけるために五香粉ですね、ウーシャンスパイスを少しやってみます。これでぐっと本格的な味に近づきます。で汁なし担々麺は麺をボイルした後にここに麺を直接入れますんで、ちょっと大きめのボウルをね用意してみまして、でここで味を入れます。ここで微調整してみて、あとここにツーマージャンですね。大さじ1ですね。あとラー油はお好みで、辛くないのが、作りたい方はラー油を入れない、もしくは少しにする、そういう感じでします。今日は青みは関東白菜で、これはもう何でも大丈夫です。ほうれん草とかそういうので全然大丈夫です。で中華麺は 120g で1人前ですね。それでやっていきたいと思います。いつも動画を見てくださってありがとうございます。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ麺をボイルしていきます。麺のボイル時間はお好みなんですけど、基本的に1分半で、硬さを見てやっていきましょう。でこの青みをね途中でボイルしていきます。麺は中華麺とかもいいんですか？中華麺、何でもいいというか、他で試したことがないんであんまりあれなんですけど、そうめんでも意外といけると思いますね。で中華麺の方はやっぱりコシがあって扱いやすいというか伸びにくいというか、そういう感じはありますね。かん水が入っているので、こちらの青みの方ですね。本当汁なし担々麺は簡単なんで、タレを合わせて麺をボイルして
っていうだけなんでね。はい、そしたらですね、ボイルできましたので、これをさっと水で締めます。ちょっとぬめりを取るようなイメージで、そして最後もう一回さっと温める。冷たいままだとちょっと料理がね美味しくないんで。これで和えていきます。こういう感じです。これごまだれでとろみがついてきますので、これでちょっと味見をして、あとは砂糖とか醤油でちょっと味の微調整をしていきます。あとこのタレですね。多分そしてそこにひき肉ですね。そしてあと砕いたカシューナッツですね。とラー油。もうラー油は本当にお好みで。はい、ではこちらで汁なし担々麺の完成です。じゃあ味いただきますね。はい、あったかいうちに。今回のこの商品って春ぐらいには普通にテイクアウトでも食べられるんですよね。そうですね。もうぜひ。まずはちょっと先に山田の作ることがいただきます。はい。肉味噌の甘みとこう麺の辛みというか、あれはすごい絶妙ですね。そうですね。やっぱ食欲が進むように酸味も入れてあるんで。はい。ちなみにさっきごまを使われてましたけども、はい。あれは市販でもあ、大丈夫ですか？はい、全然大丈夫です。でもこの肉味噌も家でできるもんなんですね。そうですね。もう簡単ですよ。甜麺醤さえ家でご用意していただけたら、普通に炒めて、それで甜麺醤だけでもあえてもらえればもう完成なんで。お店だといろんな料理に、使えるように、下ごしらえというかそちらの方はやってますけど、それを麻婆豆腐に使ったり、こうやって、汁なし担々麺にやったり、普通の汁ありの担々麺にやったりとか、いろんな料理に使います。このポイントはカリカリになるまで。そうですね。仕込みの段階では。実際に食べられるのを楽しみにしてます。はい。今日はありがとうございました。ありがとうございます。東高円寺でですね、中華料理屋を営んでおります。広東料理を中心としてますが、まあ辛い料理、麻婆豆腐とかも結構人気で、頑張っておりますので、ぜひよろしくお願いします。